間近に来るとめちゃめちゃ大きいという。そうですね。あります。本日はどうぞよろしくお願いします。今日はですね、皆さん、おなじみの京都の五重塔で有名な東寺に来させていただいております。山本龍馬と言います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。南大門の方から撮影をさせていただいてますが、皆さんの入り口としますと、この南大門が入り口という捉え方をした方が。そうですね。正門ということで、正門で、今現在は車出入りできるのがその東側の門になりますので、皆さん車で来られる方、また京都駅から一番近いのがどうしても東門になりますので、ここから入られるんですが、本来はこちらは当時の正門としてこの南大門ですね。すごい立派な門だなと思っていたんですけれども、こちらは昔からずっとここの形を維持していたもの。平安時代に建ったものが、鎌倉期に一度修復されたり、文学上人によってですね、で後にずっと保たれてきたんですが、最終的には明治の廃仏毀釈の時に廃仏毀釈で、一度消失しております。明治の23年に実は現在の33間堂さんから、あちらにあらゆる33間堂、そうですね、の方から移築といいますか、移転してきたんですね。そうですね、させていただいた門になります。そうだったんですね。いやすごい立派な建築物だなと思っておりますが、ここから眺めも見事だなと。今の時期はやっぱり緑が綺麗な。そうですね。平安時代にやはりこの平安京の一番入り口っていうのが、ここからずっと西に行きますと羅城門がございまして、羅城門が、外からのお客さんがまず東寺に入るときに目にする風景が、都に来たよっていう感じがするような、当時の歴史をお伺いをしていきたいなと思うんですけれども、まず開山の時期といいますといつ頃になりますでしょうか。当時の開山はもともとは桓武天皇さんの、平城京、長岡京、後にこちら京都に平安京遷都が行われた、その2年後ですね、796年に桓武天皇によりこちら東寺が建てられました。もうじゃあ都ができてすぐにできたお寺ということですね。当時は実は東の寺の東寺と、羅城門から向こうにあった西の寺西寺が、西寺さん、その2つが管立寺院として。西寺さんのちなみに何か史跡みたいなのもこちらあったりするんですか。今現在宝物館の方に地蔵菩薩様が現在も現存しております。あともう一つ、その羅城門におられました戸鉢毘沙門天さんも、ついでに言いますと東寺の方に今現在もおられますので、宝物館の方ですね。そうですね、先ほど言いました開山が桓武天皇さんだったんですが、後にですね、平安仏教の代表的な空海さん、遣唐使として唐の都で密教を学ばれ、最終的にはこちら東寺にご入寺され、それが今年からちょうど1200年前にあたるのが823年ですね。で初めて東寺というところで一寺一宗が始まったんですね。真言宗という、それまでは奈良仏教、なんと陸宗一つのお寺にいろんな宗派がいくつかの宗派が混じって入っているという、初めて一宗だけのお寺にしたのがこの東寺ですね。新緑ですね。新緑の季節ですよね、本当に。こちら早速神社さんがあられますけれども、八島社東寺がこれ建立される前からのこちらの地主の神様です。五重塔と神社という異色の構図になりますね。こちらのお姿よく見るんですけれども、どのような場面を表現したお姿になるんでしょうか。空海さんはもともと今の現在の香川県讃岐の国に生まれておられまして、先ほどの東寺が改修されて1200年、実はお大師さんが生まれて今年はちょうど1250年。そうです。両方のそうですね。大学に入られ、
途中で中退されるんです。お大師さんというのは主上救済といいまして、その頃学んでいることが全く人々のお役に立てない、つながってないだろうという。そうですね。で自らその修行の場所に身を投じまして、空白の7年間といいましてですね、実は三号四域というものを24歳の頃に書いておられまして、24歳で本書いてるんですか。そうですね。遣唐船に乗られたのが31歳、それまでの7年間が実は何もお大師さんの史実が残ってませんで、もう一生懸命こういった姿で山を駆け巡ってご修行されてたっていう、それのお姿なんですね。もちろんその頃現在の四国88カ所にあたる部分も回られ修行されておられたと思います。ちょっとご挨拶だけしていこうと思います。本日はよろしくお願いします。南無大仙上南無大仙上南無大仙上金剛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 。こちらは八幡さんということで、八幡さんがここにあるというのは、やっぱりその神仏集合の流れになるんでしょうか。嵯峨天皇さんというのはもともと平城天皇さんの弟さんにあたるのかな。そうですよね。で平城天皇が生きてる間に祖貴を退位されて、で後に嵯峨天皇が入られるんですけど、有名なクスコの変ありましたね。平城天皇をもう一度即位させようという、平城天皇といえばの話の動きがあって、嵯峨天皇がそれは自分の功徳がないからとか、いろいろ自分を責めたりすごい困ってた、その時に空海さんが都に八幡さんを祭りお参りすると拝んだらいいってことで、見事その勝利をされて、クスコの辺も羅も収まりまして、で後にですね、やはり嵯峨天皇がこちら当時の一角に八幡さんをお祭りしたいっていうふうに願われて、でその時お大師さんにお願いして八幡社殿を祀られたんですね。その時にお祭りしてお参りしてたら八幡神が空中に見えたらしいんです。すごい。でそれをお大師さんが一生懸命絵で描いたんですね。描いてそれをお大師さんが木で彫った八幡神像っていうのが現在も国宝で残っておりまして、創業八幡と言いまして、僧侶の姿の八幡さん、珍しいですね。14日まで1週間後、前後の前後の後ですね、後の7日と書きまして御七日御守法未守法という、そういった行事が毎年、実はこれも昭和2年ですね、お大師さんが最初に始められてから、一時中断もされてるんですけど、現在も行われてる。でもともとは先ほど言いました御所じゃない、もっと西側にあった宮中の中に真言院っていうお堂がありまして、そちらの方で国家安穏、五穀豊穣、あともう一つ玉体安穏といいまして、天皇陛下皇后陛下様の一年無事でありますようにという、そういうお家事ですね、祈願をする、そういったことがずっと行われてて、後に灌頂院で行われております。で今現在天皇陛下皇后陛下様、昔は京都におられたけど今東京の皇居におられますので、1月の8日にその年にお召しになる天皇陛下皇后陛下様の御衣といいまして、その年着る着物の生地ですね、そちらを勅使の方が当時に持ってこられて灌頂院に1週間収められ、その1週間の間真言宗ってちょっと変わってまして、本山が18もあるんですね。その一つがこちら当時の方が1週間当時に寝泊まりして1日3座ですね、もしくは4座こちらに入られてお参りする。なかなかそういう天皇家さんの、安泰を願うことをお寺でやってるって少ないですね。これが全部クスノキということで、そうですね、すごいな。一つ一つ本当神社に立っててもおかしくないような素晴らしいそうですね。これはどういったお殿になられるんですか。ここが勅使門でございまして、皇居から運ばれた御衣をその未司法の時に一旦
玉山の方で御院に休んでいただくっていうのも変ですけど収めて、はい、そこから向こうの環状院に当時の住職っていうのが長者っていうんですね。空海弘法大師がご入場される遺言にですね、当時の一番の長を長者と呼ぶというで第一世が空海弘法大師さん、今が257世呪文なんですね。はい、八雲の門って言いまして。八雲の門ですか。はい、8つの雲ってことですか。そうです。はい、7つが周りで1個は真ん中なんですね。そうですね。この間のお寺の関三禅院さんの方でも宮古七福神の話ありましたと思いますが、東寺さんにも実は宮古七福神がいらっしゃって、羅城門におられた毘沙門天さん、国宝秘仏、お大師さんが大事にされてた念持仏ですね。あ、お大師さんの念持仏の大師堂、この右側の扉、その中にまた扉があって、でその中にもう一つ扉があって、その中におられます。すごいですね。厳重に守られてますね。秘仏ということで一切ご開帳がございません。ただもうすごくご利益があるということで、正月には必ず京都の方はお参りに来られてますね。はい、ここに書かれているように正月と21日にごまが行われると。こちらは三面の大黒天、こちらも秘仏になられるんですか。そうですね。顔がそうですね。3つの多面の大黒天さんですね。南北朝時代に当時の八幡さんに祈願して陣を張ったことがありまして、ここにですか。はい、その時にこの梵鐘を寄贈されて、高氏寄贈の梵鐘です。御影堂ということで、この御影というのはどういった意味になるんでしょうか。もともとは空海弘法大師様が当時におよそ10年間くらいおられて、その間に今の現在の行動とかですね、そういったことを造営されてたんですが、その時に住房といいまして住居としてここで住んでおられた、そういった場所が御影堂ですね。なるほど、ご住居。で後にご入場後には大師像をお祭りして、現在もお大師さんは我々の心の中で生きておられるということで、毎朝今現在もですね、毎日欠かさず朝ですね、精進句といいましてお食事をお供えする。朝にお食事をお供える。終わると仏舎利といいまして、お大師様中国からご招来されたお舎利をですね、お参りの方に頭にちょこんと乗せる舎利をいただくということで、京都の方は昔から舎利をいただくっていう文化があるんですね。いただきに乗せるってことで。なるほど。ちょっとこちらいらっしゃった際にはお舎利をいただいていただければと。6時に開門しますので。6時に開門で。こちらは現世利益のこの大師堂さんの向かいに大世利益ご先祖さんをお参りする大日堂さんがあられると。ではこちらは宝物館というところで、ぜひ皆さんですね、先ほどの祭事の不動産であったりとか、羅城門のところにあった毘沙門天さんであったり、そのあたりのぜひめちゃめちゃ綺麗ですね。そうですね。高氏さんがここに帰ってきた、逃げ帰ってきた。そう当時に陣を張ってたんですね。今もここ矢の跡が門の裏側にあるんですね。あるそうだ。間近に来るとめちゃめちゃ大きいというそうですねありますけど、この五重塔が建てられたのは先ほどいただいたその平安の初めの頃に同時に建ったんでしょうか。実はお大師さんご入場後ですね。はい。だから平安だいぶ後になります。平安の後期ぐらい。後期ですね。でそれから4度ですね、落雷によって消失しておりまして。落雷でですか。で現在5回目のトライなんですね。5期目ですね。これが一番長く経ってまして、1644年に。じゃあもう300年ぐらい。400年近くですね。400年近く。で徳川家光公によって。家光さんが。仏様はですね、ご証言されているのは初層だけですね。最初の層だけに仏さんが。2層目以降はもうほんと建てた時の足場が残ってるだけで。そうなんですね。そういう外から見たら5層に分かれてますけど、ビルの上にフロアごとに中は分かれてないのは。
今正面にしての芦久如来ですね。芦久如来様。宝生如来、福成如来、この裏側には西側には阿弥陀如来ですね。で4体の如来さんで、あともう1体大日如来さんをですね、実は仏像ではなくて真ん中の心柱を、この心の柱が、大日さんとして、この柱は実は先ほど外で見ていただいた総輪の根元までこういった柱3本が連なって、そうなんですか。行っております。壁にもいろんな絵が描いてあるんですね。真言八祖といいまして、龍明龍智さんから始まり、福空さんとかで、最後は空海弘法大師さんですね。要するにインド、中国で日本にこう伝来したその真言の教えを伝流された僧が8祖。柱の模様がすごい独特だなと思って見てたんですけど、これ実はもともと曼荼羅が描かれてました。曼荼羅だったんですか。仏さんの面影が、そうですね、ちょっと書いてありますね。金堂が私たちでいうとこの本堂にあたるんですか。そうですね、ご本尊がおられる。いやすごい。本堂、こちらがご本尊があられるということで、ご本尊は薬師如来さん。薬師如来さんですね。はい。そう、薬師の十二神将、珍しいと思います。足元に。で、お薬師さんが普通薬込むってあるの。薬壺っていうのをあるんですけど、当時の場合は持ってないね。古い元々のスタイルをそのまま、奈良時代の薬師さんってないんですよね。古風なスタイル。奈良の薬師さんも持っておられないです。珍しいと思いますね。そしてなんか正方形でもないんですね。ちょっと八角形っぽい形を。八葉を表八葉の形を。で、高さが約何メートルだったかな、2.9 メートルか。すごい。建物が大きいからそんなに大きく見えないんですけど、そうですね。建物が実は大仏殿様式になってる。東大大仏さんと同じああいう穴があったりとか。本当だ。外から大仏さんが見えるああいう窓もここもあったりして。すごい。ここなんかパッと見てるとさっきの八雲にちょっと似てる気がします。そうですか。7つの。なるほど。後ろと。うまいですね。こちら講堂ということで、金堂はご本堂というところです。講堂はそうしますと、例えば法話とかをするようなそんなイメージの場所。そうですね。もう簡単には修行道場ですね。修行道場で。仏法僧の法を学ぶ場所になりますので、仏が向こうの本尊で、講堂が3本の法に当たるんで、ここで教えを学ぶ。で、直道が距離を空けて僧になりますので、あちらの直道が僧に当たるんですね。直道って食べるお堂なんですけど、結局食事をするっていう意味合いだけじゃなくて、その修行して教えをいただくという意味で。なるほど。そういうことから仏の世界と僧侶の生活場所を距離を取ってるんですね。で、仏法僧というふうに。すごい。初めてこの配置の意味が分かりました。仏さんが目の前の仏さんはすべて21体で、今現在これを立体曼荼羅というふうに申しておりまして、でさっきの金堂っていうのは管立寺院が、要するに桓武天皇が建てたお堂なんです。ここはそれから30年余り経って空海弘法大師さんが唐の都から帰ってこられて、で、高野山を開山される中で嵯峨天皇に当時を賜れ、でそこから10年間の間にこの講堂を作り上げるわけですね。で一番中心が大日如来さんですね。で周りに四如来、先ほどの五重塔と同じ五如来さんが、今後会の五仏が祀られ、配置も同じですね。で右側が金剛原密多菩薩さんを中心に五菩薩ですね。で向こうがお不動さん、不動明を中心に五大明で、如来菩薩明王さん、この周りを今度先ほど毘沙門天さんと同じ多聞天さんですね、同体である含めて増長天、広目天、地獄天といいまして、四天王、東西南北を守護する四天王が祀られているんですね。
であとその各々の間に梵天と帝釈天さんですね。はい、もともとお釈迦さんが仏法を開かれてから仏法仕事して考えられてこられた、その梵天帝釈天さんをお大師さんはそのままこちらに、なるほど、はい、お祭りになれた。菩薩との如来の違いってそう悟られた仏さんが如来さんで、悟ろうと一生懸命修行しているのが菩薩さんです。あの菩薩さんも年代が古いだけでもともと金色なんですよね。金がはぐれて漆が出てる状態したんです。で菩薩っていうのは頭に宝冠とかネックレス、要するに人間なんで煩悩よく迷いを持ってる、その表しがああいう装飾品で、それを外されたっていうので如来さん、ただその第二次如来さんも如来なのに装飾品つけてる、要するに言い方変えたら煩悩よく迷いを持ちながら悟ってる。で煩悩よく迷いって捨てるって悟ろうとする気持ちも欲やないですか、考えたら捨てることはもう死に等しいって考えると、生きながらに悟った姿が、こちらは結局第二次如来さんですね。煩悩欲迷いを持ちながら正しく、お大師さんっていうのは結局生きとるもの全てに第二次如来が宿ってるっていう見方で、この正面に立った時他の仏さんと違うのは、自分の自身の第二次如来さんとして見たら、あれが自分の中の第二次如来さんの目に自分がどう映ってるかっていう、要するに客観的に自分を見るっていう意味で、またお願いしたり、そういった仏さんとはまたちょっと違う、こう自身を見つめ直す。冒頭でお大師さんが中国渡る前に奈良の久米寺で大日経の中に実のごとく自身を知るっていう言葉に感動された。それに近いものがあるのかなと思いますね。どうしても対面的に人とやってて、自分は苦しんだ、なんかね、そういう悩んでる、で実はもうパッと見たら勝手に自分が色つけて苦しんでるばかりの自分だったりとか、そういったものを客観的に見ましょうねっていう。後輩の仏さんの数もすごいですね。そうですね。何個あるんだぐらいに。これも決められてて、第二次如来さんっていうのは金剛界の37尊を従えてるっていう37体の菩薩さんがおられるんですね。すごいな。少し需要品の場所に来ましたが、やっぱり学業成就が多いめのそうですね。ものですね。鉛筆もあるし、お数珠もある。そうですね。腕輪年珠もあります。一押しは薬師さんですか。薬師さん。ではぜひこちらの健康長寿のお守りをお買い求めいただければと思います。こちらには弘法大師さんのお守りもございます。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。私自身実は洛南高校中学校というところに通っておりましたので、当時はよく来ていたんですけれども、やっぱり中を説明いただくというのはなかなか少なかったというところもありまして、今日は本当に勉強になりましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。来てください。では本日は長いお時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。見ていただいた皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。本チャンネルではお寺神社のご紹介をさせていただいております。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。